バス、学校の時間だよ。遅れるよ。やだ、学校つまんない。ダメよ。ちゃんと行きなさい。お友達も待ってるよ。リンゴが3つありました。1つ食べたら残りはいくつか、なんて、そんなのわざわざ集まって話すことじゃないよ。学校なんて言っても、ちっとも役に立たない。もう、そんなこと言って。ああ、学校に行ったら、今日のおやつはかぼちゃパイにしようと思ってたんだけどな。わかったよ。パイのためなら、行くよ。まったく、あの子の勉強嫌いも困ったもんだね。でも本はよく読んでるよ。ネザー様のところから借りてきた難しそうなやつを。そうだけど、でも、あの子、最近ちょっと変なの。この前なんて、朝から日暮れまで、ずっと道端の石を見てたのよ。声をかけても返事もしないで。大丈夫だよ。僕と君の子だもの。天才に決まってるさ。少し好奇心が人より強いだけだよ。きっと。もう、のんきなんだから。ただでさえ、お兄ちゃんが和平交渉に行ってからもう3日経つのに。本当に、大丈夫なのかな。心配だよ。よくぞ来られた。アニマのトロスよ。噂にたがわぬ胆力、数百の我が手勢の中に、たった2人で踏み込むとはが。よほどこちらを侮っているか、それとも死に場所を探しているのか。軍勢を連れてくれば、貴殿はそれを宣戦布告と受け取ったはずだ。そうなれば、私の兵と貴殿の兵、双方が無駄に血を流すことになる。殊勝なことだ。だが、森の陰に伏兵の一人すら置かぬとは、平和ボケが過ぎるのではないか。それとも、私にそこまでの真偽があるとでも。真偽など期待してはいない。だが、貴殿のような捕食者が最も嫌うのは、皿の裏に毒を仕込むようなせこい真似だ。ここで私が伏兵など置けば、貴殿は興ざめして即座に開戦を選ぶだろう。私は貴殿の矜持にかけた。そして万が一の時、貴殿を仕留める戦力ならば、額がいれば十分だ。私は無駄な時間を省きたいだけだ。分かっていただけたかな、エルビラ殿。誘拐だ。敵陣のど真ん中で私の首を取ると言い切るか。なるほど、なるほど。お前は私の格を認めた上で、それを逆手に取って単身乗り込んできたのだな。貴殿の言う通りだ。こそこそとネズミを隠すような男なら、今すぐその首をはねていたところよ。分かっていただけて何よりだ。それにしても、随分と私のことを調べたのだな。調べずとも貴殿のことは嫌というほど耳にしている。若干18歳でヘッセ家の当主となって以来、あまたの戦で屍を築いてきた希代の戦略家にして誇り高い悪女とな。知った風な口を聞くなよ、犬ころが。だが、まあいい。貴殿らのような得体の知れない力を持つ者たちと今すぐ決着をつけるのは、確かに少しばかり骨が折れるであろうが。よかろう。貴殿のその呆れるほどの傲慢さに免じて、今は受けてやる。よろしい。我らアニマ公国とヘッセ家は今この時より不戦の誓いを立てる。境界を侵さず交易の安全を保障するヘッセ家当主として異論はあるか。異論はない。それとこちら側の事故で失わせたキャラバン隊の賠償金も支払おう。貴殿へのささやかな誠意だ。たやすく口にしたな。あのタイの長はかけがえのない友人であった。貴殿の支払う代償は高くつくぞ。構わん。いいねで払ってやる。その金でまた新しい友でも買うがいい。結構だ。貴殿の蔵が空にならぬよう祈っておけ。後ほど請求を送る。これでめでたくは平成率だな。だがトロス、私は貴殿を友人だとは思っていない。ただ今は刃を向けるよりも互いに声太る時期だと判断しただけだ。当然だ。砂時計が止まっている間にどちらがより鋭く剣を研ぐか。ただそういう話だ。完璧だ。あ、素晴らしいな。こんなにゾクゾクしたのは久方ぶりだよ。トロス、
貴殿は自分が今死の淵に立っていることを完璧に理解していながら、なおも私をただの商談相手として品定めしている。良い匂いだ。鉄と獣の香りと、そしてかぐわしいリチの匂い。私は頭の良いものが好きだ。貴殿のように何者も恐れぬものが好きだ。そういうものを絶望の淵で切り裂くのが何よりも好きなのだ。たまらん。今すぐお前の喉を切り裂いて、その唇にむしゃぶりつきたい気分だ。どうした？逃げないのか？この距離ならお前の心臓に私の歯が届くぞ。貴様、それ以上を愚弄すると。よせ、ガク、聞いていろ。やってみるがいい。貴殿の歯が私の心臓をうがつのが先か、その良くなるのドブへ私が噛みちぎるのが先か、試してみるか。超加速。素晴らしい。貴殿は最高だよ、トロス。互いに大でなければ良い伴侶になれたであろうに。大でなくともそれはお断りだ。貴殿のような猛獣を隣に置いて安眠できるほど私はずぶとくないのでな。ふふふ、だろうな。安心せよ。砂時計が落ちきるまでは貴殿の眠りを邪魔する無粋な真似はさせん。だが研いでおけよ、トロス。次の仰せは戦場が。貴殿が私を殺せぬのなら、私が貴殿のすべてを食らい、お前の亡骸としとねを共にしてやるぞ。その時を楽しみにしているよ、女傑殿。怖すぎませんか？何ですかあの女は。噂以上だったな。だがガク、奴は恐ろしく理性的だ。あれがですか？どう見ても血に飢えた狂人にしか見えませんでしたよ。ロビの力は当然奴の耳にも入っているはずだ。それを計算に入れた上でのあの芝居だろう。つまりあの狂気すらも交渉の道具だったと。半分は本性、半分は相手を飲むための刃だろう。いずれにせよ和平交渉は成立だ。しばらくは奴らを気にする必要はない。成功というわけですね。一時はどうなることかと。ああ、だが時が経てば今日の合意など薄れて消える。関係が冷え切る前にこちらが圧倒的な力を蓄えねばならないぞ。ラワゴ殿の騎士団ですね。平和を楽しむ時間はそう長くはあるまい。戻るぞ、ガク。よろしいのですか？これだけの兵を伏せていたのです。今ここで奴の背負い抜けば楽ですよ。ならんな、お前。私の楽しみを邪魔する気か？いえ、決してそのようなことは。あれは獅子だよ。獅子は数で囲んだところで仕留めきれん。仕留め損なえば逆にこちらが食われるだけだ。和平は成功だ。今は奴にスカの間の王座を楽しませてやればいいさ。次のデートが楽しみ。ふふふふふふ。この人戦争のことで怒って言ってる。怖い。聞いたか？騎士団の話。ああ、隊員の募集をしてるらしいな。アニマ様の騎士団か。ちょっと憧れるな。入ってみようかな。やめとけ。分岐を見たが、めちゃくちゃ厳しいぞ。え、そうなの？師団者の諸君、我々はアニマ様と巫女様のため、すべてを捧げるものである。一つ、己が名を捨て、家族を忘れよ。騎士たる者に、もはや過去など不要。汝らは今日この時より、巫女様の慈悲を体現する、名もなき剣となれ。一つ、無趣無欲。製品こそが至高と知れ、財を蓄えるな、贅沢を拒め。汝らの血肉はすべて、神聖なるアニマツリーを育むための肥料であると心得よ。一つ、命を惜しむな。我らの命は、すべてアニマ様と巫女様のためにある。巫女様のために準じることこそが、最高の名誉と心得よ。広告の浮上をそぎ落とし、巫女様の行く先を血で清める。それが騎士団の唯一の存在理由である。この地獄へ踏み込む覚悟のない者は、今すぐ去れ。だが、
もし全てを捨てて捧げるというのなら、ナンジラの魂は永遠にアニマ様と共に輝くであろう。かつて慈悲深き巫女様は高潔なるグリフォンをお手なずけようとされた。だが御身に宿りし新たな命の誕生により、その翼は空へと去った。ならばあの時失われた翼に代わり、我らが巫女様の翼となり、空を模索する時爪となろうではないか。ナンジラの名は今日よりグリフォン騎士団である。名を捨て家を捨てたナンジラは巫女様の誇り高き厳重の羽となりて、広国の敵を焼き尽くすのだ。派手にぶち上げたな、ダーゴよ。予想以上に残ったな。この調子ならものになりそうだ。しかし、盗賊の頭が騎士団長か、ジジイどもが知ったら腰抜かすぞ。もうそんな過去なんざどうでもいい。この調子で団員たちにメッシを叩き込むぞ。自分の頭じゃ何も考えられないようにして、兵を完璧にコントロールするんだ。それで、兵隊を洗脳して何をするんだ。決まってるだろう。巫女様のために死ぬんだ。さあ、忙しくなるぞ。ありゃ、本気か。こりゃ困ったべ、どうすっかな。よいか、弓矢が空をかけ、投げた石が必ず地面に吸い寄せられるのは偶然ではない。物には重さがあり、大地がそれを引き寄せる重力があるからじゃ。この力があるからこそ、我らは宙に浮くこともなく、この地に立っていられるのだぞ。むなむな。そこの、今まさに重力に逆らえず神戸を垂れておる者も、例外ではないのじゃ。お主、ずっと居眠りしておったな。だって、知ってることばっかりで退屈なんだもん。ほう、今日の授業は、そこそこ難しかったと思うがな。基礎物理学でしょ。物の動きとか、重さの話、本で読んだからもういいよ。ならば、本には載っておらぬ問題を一つ出してやろう。まず、この油を熱してサラサラにした後、極寒の屋外へ放り出せばどうなる？冷えて、またドロドロに固まるでしょ。物質の中にある粒の熱運動が弱まって、内部摩擦、粘性が増えるから、そんなの当たり前だよ。では、その冷えていく一瞬を止めて、中を覗けたらどう見える？液体が固体に変わる境界、そこに意志はあると思うか？意志？そんなのないよ。ただの統計力学的な確率の問題。いや、待って。もし、冷却の速度を計算の限界まで速めたら？結晶になろうとする粒たちが整列する暇もなく、バラバラのまま固まってしまう。それは壊れた固体なの？それとも動けない液体なの？それが、ガラス状態の深淵じゃ。秩序を求めながら、無秩序に閉じ込められた折。まず、この世界の断りは、目に見える結果ではなく、その揺らぎの中にこそあるのだ。揺らぎ。もしその不規則な並びを人為的に制御できたら、強度や熱の伝導を自由に変えられる。ネザー、もしかして、この世の全ての物質は、僕たちが書き換えられる式に過ぎないの？綺麗。なんて美しいんだろう。そうであろう。神が書いた数式の書き間違いを見つけるのが、我ら、地を追う者の喜びよ。楽しい。ねえネザー、もっと教えてよ。本に載ってない、この世界の壊し方をさ。